皆様こんにちは。今日の日本酒のお話は酒母のお話です。酒母と聞いてもなかなか漢字が思い浮かばないと思います。お酒の母と書いて酒母というんですね。もともと古くは元と言いました。元という漢字はお酒の右側に書いている酒の鳥という文字。左側の山水は取ってしまって酒の鳥だけを残して右側に元旦の元日の元と書くと元と読ませる漢字になります。で、昔はワープロで打ってもなかなか変換されなかった難しい字だったんですが、最近は変換できるので一度試してみてください。元と打って変換するとちゃんと酒の鳥に元日の元という字が出てきます。で、この元というのはもともと日本酒の蔵元でしか使っていなかった漢字だったんですね。で、酒母と元というのは全く同じものでして、お酒の一番ベースになる、いわゆる基礎になるものだと考えてください。麹のところでお話ししたように、麹は建物を建てる時の建築材料だというふうに例えるとすると、酒母というのは基礎ですから、いわゆる土台ですよね。建物の土台がしっかりとしていれば、その土台の上にたくさんのものを積み上げたり、大きな建造物を作ったり、そして安全な建物を建てることができるようになります。ところが、基礎がしっかりとしていないと、上に乗っかっている建物というのは非常に不安定になりますよね。そういったことから、基礎づくり、土台づくりというのは非常に重要なわけです。これはお分かりいただけると思います。で、日本酒はこの土台づくりが非常に難しいテクニックを使っていまして、元は奈良時代に遡っていろいろな方法が考え出されました。でもこれはちょっと不安定だったので、江戸時代になって素晴らしい方法が発明されるに至っては、ずっと明治の終わりになるまで江戸時代に作られた作り方でこの土台を作っていました。この土台作りの方法を木元作りと言います。ちょっと聞かれたことがあるかもわかりません。木元というのは生命の生に先ほどご紹介した元という字を並べて1つの単語にした、2つの文字で1つの単語にした言葉なんですけども、木元というのが一番クラシックの中でも現代でも使われている方法だと思っていただいて間違いないです。でもこの木元というのは非常に大変な労力を伴う方法であったので、もうこれは大変だと、何とかしてほしいというぐらいに仕事が大変だったんです。どれだけ大変かと言いますと、蒸したご飯、水、麹米というものを混ぜて、これを長い棒で貝ですりつぶしていく作業が伴ったんですね。これを山おろしと呼んでいます。この山おろしという作業が大変すぎて、もう寝るに寝られないと。もうすぐ起きてまたやらなきゃいけないと。もう眠い目をこすりながら真夜中でもやらなきゃいけない。で、場所もいる、人手もいる。これ大変なんですね。これなんとかならないですかっていうことで、偉い学者の先生方にご相談をしたところ、偉い学者の先生方がいろいろ調べていたら、実はその貝ですりつぶして溶かしているように見えたご飯は、麹の酵素で溶けているんだということが判明したわけです。それで一度麹の酵素をたっぷり出した水を用意して、そこに蒸したご飯とかを入れとけばどうなるかっていうふうに試してみたところ、かき混ぜなくても溶けたんですね。じゃあ今までやっていた仕事は何だったんですかっていうことになりますよね。それで非常にその工程、大変だった工程を省略することができるようになったので、非常にこれはいいよねということで、その仕込み方を山おろし廃止仕込み法というふうに名付けたわけです。これが昭和の、に入る明治の終わりぐらいの話なんですけども、山おろし廃止仕込み法というのはなかなか長くすぎて言うのが大変なので、これを短くして山廃仕込みというようになりました。すなわち山廃仕込みというのは木元作りを派生させた、少し簡略化させた方法であるということが言えます。でもどちらも天然の乳酸菌を使って複雑で奥行きのある味わいのお酒を作る土台としては素晴らしいものです。そこからすぐに乳酸菌を木元とか山廃仕込みのような使い方で天然の乳酸菌を元のところで繁殖させるのではなくて、乳酸菌を別のところで働かせておいて乳酸を先に確保しておく。その乳酸を元の中に入れてすぐに元ができるようにというふうに考えも出されました。で、この方法を用いるとものすごく工期が短くなって
4週間かかっていた木本作りを2週間で行えるようになったんですね。で、今現在ほとんどのお酒はこの新しい方法で作られています。で、もちろん木本作り、山灰仕込みも存在していますけれども、少し少数派なんですね。かなり今見直されてはいますけれども。そして私たちの福祉の蔵では、この新しい方法をもっと前に前進させた高温糖化元と呼ばれる方法で元作りもしています。で、この方法は元を普通は冷たい状態で管理するんですが、逆に温めて行うという非常に面白い方法なんですね。で、この方法で行いますと、とても綺麗な風味の味わいのお酒ができるということが分かっているので、私たちは吟醸系のお酒とか純米系でもさらりとした味わいにしたいというお酒に関しては、高温糖化元という元作りの方法を用いています。それ以外は木元作りという古典的な方法も採用しているので、私たちは古典的なクラシックな方法と、それからモダンな方法と、両方をいいとこ取りをして、それぞれのお酒にふさわしい土台作りを行って、そこにしっかりとした建物を建てていきたいというふうに考えています。